とてもおいしい。とても面白い。とてもめんどくさい。とても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 。たまには違う言葉を使ってみませんか？こんにちは。今日はとてもの別の言い方を勉強しましょう。少しスラングも入っています。実は日本人は友達同士でとてもをあまり使いません。少しフォーマルすぎるからです。その代わりどんな言葉を使うのでしょうか？今日はとてもを意味する3つの言葉を勉強しましょう。これすごくおいしい。これすごくおいしい。すごく。これ超おいしい。これ超おいしい。超。これめっちゃおいしい。これめっちゃおいしい。めっちゃ。もうこれらの言葉を知っているという人もいるかもしれませんが、詳しい説明を聞くと正しい使い方ができるようになると思います。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは3つの言葉を順番に見ていきましょう。まず1つ目、すごく、すごく。すごくはよく使います。友達同士の会話にも使いますし、時々です、ますの丁寧な形でも使います。時々すごいおいしいのようにすごいを使う人もいますが、実は間違いだと言われています。正しい形はすごくおいしい。すごくおいしい。そして時々すごいをすげえという人もいます。少し乱暴で男の子っぽい言い方です。先生や会社のボスなど目上の人には絶対に使わないでください。2つ目は超。超はもともと動詞で何かを超えるという意味です。それが副詞的に使われるようになりました。超おいしい、超かわいいなどです。しかしこれは若者言葉でスラングとして使います。丁寧な言い方ではありませんので、使うときは注意してください。この超は形容詞として名詞にくっつけることもできます。例えば、とても高いビルがあります。そのビルのことを超高層ビルと言ったりします。高層は高いという意味です。それから人がいっぱい乗っている電車があります。その電車は超満員です。満員とは人がいすぎてこれ以上スペースがないような電車です。東京のラッシュアワーの電車はいつも超満員です。そして最後に3つ目、めっちゃ。
めっちゃはめちゃくちゃが短くなった言葉です。めちゃくちゃはもともと普通じゃない様子、とても混乱した様子を表す言葉です。例えば、部屋に物がたくさんあって全然掃除をしていないとき、部屋がめちゃくちゃと言います。英語のメッシーですね。普通ではないという意味から、めっちゃはとてもと同じ意味で使われるようになりました。めっちゃおいしい、めっちゃ嬉しいなどです。めちゃくちゃおいしい、めちゃくちゃ嬉しいと言っても OK です。しかし、これもスラングなので、丁寧な表現では使えません。そして、めっちゃは関西の方言だとも言われています。大阪の人は、大阪がとても好きですと言いたいとき、何と言うでしょうか。多分、大阪めっちゃ好きやねんと言うと思います。私は関西の出身ではありませんが、めっちゃは結構使います。それでは今日勉強した3つの言葉を使って練習してみましょう。次の丁寧な文章を友達同士の会話に直してください。問題1、明日は映画館に行きます。とても楽しみです。明日は映画館に行くよ。めっちゃ楽しみ。明日は映画館に行くよ。めっちゃ楽しみ。すごく楽しみ。でも、超楽しみでも OK です。問題2、今日は宿題が10ページもあります。とても面倒くさいです。いいですか？今日は宿題が10ページもあるよ。超面倒くさい。超面倒くさい。この時、すごく面倒くさい。でも、めっちゃ面倒くさい。でも OK です。では、最後の問題3。今日会わない？ごめんなさい。今日はとても忙しいので無理です。よろしいですか？ごめん。今日はすごく忙しいから無理だ。ごめん。今日はすごく忙しいから無理だ。この時、超忙しいでも、めっちゃ忙しいでも OK です。できましたか？皆さんもすごく、超、めっちゃを使ってみてくださいね。そしたら日本語がめっちゃ自然になると思うよ。今日の動画はこれでおしまいです。今日も見てくださってありがとうございます。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。